こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、このチャンネルからの購入で、現在の超早割価格からさらに 20% オフというキャンペーンを行っております。この超早割価格が6月15日で終了となりますので、それ以降はチケットの価格自体が上がります。あと2日ですね。今後これ以上安くなることはないので、まだ迷っている方いらっしゃいましたら、早めにお求めください。概要欄のリンクから飛んでいただくと、現在の超早売り価格からさらに 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここからは通常通り、海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、結果としては全体でマイナス2億ドルの純流出を記録しています。内訳としてはグレースケールの GBTC がマイナス 1.2 億ドル、アークのアーク B がマイナス 0.56 億ドル、他はビビたる流出を記録しています。FOMC 前に歯止めかからず、ブラックロックの流入もゼロで、また流出となってますね。一方、香港の ETF は全体でプラス 12.8BTC、ドル換算では約85万ドルのプラスとなってます。ただ、イーサの ETF はいつも通りゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在67,400ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、雇用統計の失業率が前回の 4.1% に対して結果は 4.3%、失業保険申請件数も前回の 0.89 万件に対して結果が 5.04 万件と、前回を大幅に上回る結果となりまして、雇用の悪化から一時的にポンド安に傾いています。要人発言の方では ECB 関連やフランスの中銀総裁の声明など出てますけども、先日の欧州議会選で大敗となったフランスのマクロン大統領の辞任報道の影響からか、またユーロ安が話題になってますね。米国債金利が 4.40 を推移しておりまして、ナスダックが 19,210 と再度 AT1 更新、S&P500 が 5,380、ダウ平均が 38,740、キングゴールドが 2,314 ドル、日経平均が 38,800 円、ドル円が 157.1 円となっております。個別株の方では仮想通貨関連株の下落が話題になっています。コインベース、マイクロストラテジー、マイニング株ではマラソンを筆頭にですね、ハイブデジタル、ハット8など、米市場明けとともに落ちてます。これはいつも通り仮想通貨市場と同じ動きになってますね。あと他では日本のメタプラネットがビットコイン買い増し発表した後、株価も高騰してます。23.351BTC、2億5000万円相当を追加購入と。これは先日の予告通りの動きになってます。株価は1日でプラス 9.8% の上昇を見せてますね。市場は落ち込んでますが、ビットコインを買うだけで株価が上がる効果は継続中となってます。ビットコインの先物の方では、下落継続でまたロングの生産が目立っております。OI が全体でマイナス 1.7%、額として351億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.3%、マイナス意味はロングが 67.4% と未だ下入りになっています。今後の指標としては本日6月12日に米消費者物価指数 CPI、6月13日早朝に FOMC、夜に米 PPI、6月14日に日銀政策金利、米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えております。市場全体で見ると重要指標を控えながらも、金利下落からナスダックが AT1 更新してまして、各指数も耐えている状態。仮想通貨市場単体では ETF の流出が収まらずですね、先週末から厳しい状態が続いているのかなと思います。事前に出ている FOMC の予想ではですね、金利据え置きでサプライズもないだろうと予想されてまして、ビットコインも毎回 FOMC 後に回復するんで、今回も反発する線が濃厚だろうという見解が多いですね。ただ FOMC 後のパウエルの発言にサプライズがないとは限りませんね。チャットだけ見たら66,000のラインで反発した形になってまして、再度68,000の攻防に向かおうとしてますが、これがどこまで戻せるのか、7万ドルを超えてきたらビットコインも単独で強いという判断ができそうですけど、金も一旦落ち着いてますし、対局が変わるのかと言われると、微妙ですよね。上は68,000を抜けて、再度7万の攻防に迎えるかどうか、下は再度66,000で耐えられるかが焦点になると思います。FOMC の結果と ETF の流入が回復するのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在 3,500 ドル、BTC 建ては 0.0520 とさらに下がっております。
先物の方では、OI は全体でマイナス 2.9%、額として153億ドル相当と、比較的大きく減少しています。比率としては全体ではショートが 55.2%、マイナスミはロングが 77.2% と、こちらも下寄りになっています。こちらは本日も特に大きなファンダなしで、プロシェアーズの ETF が SEC のサイトに掲載されたことが一部で話題になってますが、額に影響を与えるほどのインパクトはないですね。チャートだけ見たらドル建てでは次の3400のラインに刻々と迫ってます。FOMC が終わることもあって、測ったかのようにこの辺りで止まりそうな気がしますが、いざの単独ファンダが出ない限りは、長期ではまだ厳しい展開が続きそうな気がしますね。下は3400で耐えられるかどうか、上は3600の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。バイデン大統領の息子、ハンター・バイデンに有罪評決が下っています。ハンター・バイデンは2018年10月に薬物の常用を申告せずに銃を購入して、薬物使用中に銃を所持していたことから罪に問われてましたが、今回有罪評決が下っています。現役の米大統領の息子が有罪評決を受けるのは史上初ということで、現在注目されています。先日トランプに有罪評決が下って、それもですね、元米大統領が有罪を受けるのは初ということで、話題になりましたけども、こちらも初でまた話題になっています。で、このタイミングで市場全体の下落もあってか、今まで盛り上がってたバイデン系のミームやトランプ系のミームも軒並み下がっています。現在ポリマーケットなどの家計市場では、未だトランプ勝利の予想が優勢となってますが、これもどうなるんでしょうかね。トランプの有罪報道が出た時はですね、ちょっと劣勢になってしまったかなと思ったんですけども、バイデンも息子の件で有罪を抱えた展開となっています。仮想通貨業界が大注目している米大統領選がどういう結末を迎えるのかにも注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。ポリゴンが新たな助成金プログラムを発表しています。10年間で10億ポルの配布、毎年1億ポルの配布となっています。最初の配布はリブランド前のマティック建ての配布となってまして、3500万マティック、ドル換算で2300万ドル相当とされています。対象者はですね、ポリゴン上で何かを立ち上げようとしているチーム向けのトラック、もう一つは AI やブロックチェーンの統合、SNS やゲームを展開するプロジェクト向けの助成金とされています。久しぶりの単独ファンダとなってますが、マティックは市場の下落とともに下がってますね。現在 0.61 ドル、BTC 建てはマイナス 1.5%、時価差が22位ですね。リブランドが決まって1年くらい経ちますが、また上位に食い込めるのか注目ですね。あとは期待されていた DPIN プロジェクト IO.net のトークンがバイナンスに上場しています。昨日 CEO の退任の件に少し触れましたが、トークンの価格は割と好評のようですね。IO の価格は現在3ドル台をキープしています。時価差が170位あたりですね。こちらも上場後渋むことなく上へ向かえるのか注目ですね。あとは ZK Sync が AirDrop の詳細を発表したことも話題になっています。対象アドレスは 69.5 万件、総供給量210億 ZK のうちの 17.5%、36億7500万 ZK が配布される予定と、対象者は6月24日からクレームできるとのことですね。これも1年以上前から期待のAirDrop銘柄として注目されてましたが、ようやくリリースとなっています。こちらも上場後どのような格好をつけるのか注目ですね。あと他ではバイナンスラブスが ZK ロールアップ系のイーサ L2、ゼリュクイートに出資したこと、またこちらもゼロ知識証明系のネクサスラブスが2500万ドルの資金調達に成功したことなどが話題になっています。ライトスピードベンチャーパートナーズとパンテラキャピタルが共同指導したもので、参加者にはドラゴンフライなどが名を連ねています。エアドル上場ラッシュとなってますが、これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。